こんにちは、新米 GM のレイムです。GM 補佐のマリサだぜ。今回も OOTP26 をプレイしていくよ。今回から新しいシリーズになるんだよな。アスレチックス編は前回で一旦終わりにして、今回から新しい企画をスタートするよ。新シリーズの内容は、サムネやタイトルの通り、ワールドシリーズを連覇するまで終われない、という企画だよ。なるほど、前回は FA 補強禁止みたいな縛りがあったけど、今回はどんなルールなんだ？それじゃあルールを説明していくよ。と言っても、ルールはただ一つ、ワールドシリーズを連覇するまで終われない、ということだけだよ。補強や進め方に特に制限は設けないということか？その通り、とにかくどんな手を使ってもいいから5連覇をするまで終われないという企画だよ。ただ、正直5連覇というのがどれくらいの難易度か分かっていないので、一旦上限を20年プラスアルファとして、20年目以降でワールドシリーズ優勝を逃した時点で終了とする予定だよ。まあ、だらだら続けても見ていて飽きるからな。ところで、どのチームでプレイしていくんだ？やはり5連覇を目指すとなると、ある程度資金力に余裕のあるチームでないと難しそうだということで、今回はヤンキースでプレイすることにするよ。画像は2025年のワールドシリーズが終了した時点でのライブスタートのものだが、ヤンキースはチーム予算、総年俸がいずれも30球団中2位と、資金力が豊かなチームだな。そしてヤンキースでプレイする理由がもう一つ。実は、これまでの MLB でのワールドシリーズ連続優勝記録は、1949年から1953年にヤンキースが記録した5連覇となっている。内側の赤枠が、ワールドシリーズ優勝を示す記号だぜ。このように、MLB を代表する強豪であることや、圧倒的な資金力を背景に、次々と大物選手を獲得してきたことから、2003年頃からヤンキースは悪の帝国、と称されていたよ。まあ、実際は後者の意味合いで使われることが多く、完全にヒール役のような扱いをされていたな。しかし、ヤンキースが最後にワールドチャンピオンになったのは2009年で、また、大物選手の獲得という点でもドジャースやメッツの後陣を排しており、近年ではドジャースが悪の帝国と言われることも多くなってきているよ。ポストシーズンにはある程度安定して出場しているが、これまでのように MLB の絶対的中心という存在ではなくなってきているな。ということで、もう一つのテーマとして、ヤンキースを再び悪の帝国に、というのも掲げてやっていくよ。なるほど、ちなみにこれまでプレイしてきて、最長で何連覇までしたことあるんだ？いや、実は5連覇は愚か、連覇も達成したことは一度もないよ。それで5連覇なんて目標を立てても大丈夫なのか？正直わからないけど、FA 補強なしで、貧乏球団のアスレチックスを世界一にできたんだからなんとかなるんじゃないか？かなりの見切り発車だな、本当に大丈夫か？まあこれまでのプレイでは、中規模から小規模のチームでプレイすることがほとんどで、ヤンキースみたいなビッグマーケットのチームでこれまでのノウハウを駆使していけば、5連覇に近いところまではいけるんじゃないかと思っているよ。まあ、根が貧乏症だから、有り余る資金をうまく使い切れるかはあまり自信がないけどな。せっかく資金力のあるチームでやるからには、スター級の選手をラインナップにずらりと並べるくらいのことをやってほしいぜ。さて、それじゃあゲーム内の設定を軽く紹介して、現状の戦力を確認していこう。まず、先ほど少し触れた通り、現実世界のワールドシリーズが終了した、2025年11月7日からのライブスタートで開始。ちなみに、2025年オフに FA になる選手はすでに未所属の状態となっているみたいだぜ。ヤンキースだと、ベリンジャーやグリシャムあたりがすでにチームを離れているよ。ゲーム設定は、まず選手の能力を1から100、全体能力やポテンシャル評価を20から80で表示するように変更。前回のアスレチックス編と同じ設定だな。そして今回は、トレード難易度を最大にしてプレイしてみるよ。前回はこれの1段階下だったな。他の設定もちょこちょこいじっているけど、基本はデフォルト通りとしているよ。それじゃあ、ゲーム開始時点の戦力を確認していこう。まずはチーム成績。2025年は94勝68敗で、アリーグ東地区2位。ブルージェイズと同率だったが、直接対決の成績で2位となっていたな。ポストシーズンにはワイルドカードで進出し、ディビジョンシリーズでブルージェイズに敗れて敗退しているぜ。投手や種別の棒を見ても、野手棒がリーグ1位、投手棒がリーグ4位と、すでにアリーグ制覇くらいはできそうな戦力が揃っていそうだよ。続いてはここの選手を見ていくよ。まずは投手陣。先発陣は今季19勝のフリード、18勝のロドンに、今季全球ながらも実績抜群のコールと豪華な面々。ただ、3人ともすでに30代で、コール、ロドンは来季以降残り3年、フリードは7年間高額な契約が残っており、不良再建化しないか、若干心配なところではあるよ。ゲームだからそんな心配はしなくてもいいかもしれないが、特にコールは怪我明けの来季どれくらい稼働できるかも心配だな。現実ではありえないだろうけど、個人的に投手を大型契約で抱えたくないという考えがあって、場合によっては放出も検討するかもしれないよ。まあ、これだけの契約を引き取ってくれるチームはほとんどないだろうけどな。さて、改めて投手陣に戻ろう。先発陣だと、今季ポストシーズンで高騰して話題になったシュリットラーもいるな。シュリットラーは2025年に MLB デビューしたばかりの24歳の若手投手。来季以降まだ6年間も保有できる選手だぜ。すでに伸びしろがないという評価なのは意外だけど、オーバーオール50と、ここから長く先発ローテーションの一角を担ってくれそうな投手だよ。リリーフ陣では、2025年のトレードデッドラインで獲得したベッドナー、ドバルあたりが中心選手。
ただ、ベッドナーが残り保有期間1年、ドバルが残り2年となっており、継続的にリリーフの補強は必要だと思っているよ。では続いて野手陣。チームの中心は、言うまでもなくアーロン・ジャッジだな。ジャッジは説明不要の MLB 最強打者。ずっと安定した成績を残し続けているため、あまり話題になっていない気もするが、今季も53本塁打、OPS1144、WRC プラス186、58.9というとんでもない成績を残しているよ。マリナーズファンの投稿主ですら、MVP はローリーじゃなくてジャッジに決まってるだろと言っているらしいからな。そんなジャッジとの契約は、来季以降残り6年間。年俸は4000万ドルと高額だが、ジャッジクラスの選手なら問題なく年俸に見合った活躍をしてくれると思うぜ。他のセーブデータだと、プレイ開始から数年後にはファーストにコンバートしているのをよく見るが、やはり補強がしやすいファーストよりも、外野でできるだけ長くプレイしてほしいところだよ。あとは、主力級の能力の選手だと、ライス、チザムジュニア、スタントンあたりかな。ライスは強打のキャッチャー。今季は OPS836、53.4を記録したよ。ただ、キャッチャーとしての守備能力はかなり低めだな。キャッチャーには他にウェルズという選手もいて、彼も強打のキャッチャーでありながら、守備能力もそこそこ高く、正捕手はウェルズで、ライスはゴールドシュミットが抜けて空いたファーストでの起用を考えているよ。ライスとウェルズはどちらも来季以降ある程度長く保有できるから、うまく併用できるように起用法を考えていきたいところだな。続いてはジャズ・チザムジュニア。セカンド、サードを守れる強打の選手だぜ。彼は来季終了後に FA となる選手で、能力的には契約延長をするかどうか微妙ということもあり、場合によっては今オフか来年の夏にトレードで放出することも考えているよ。このあたりは、チザムの要求額と、他に獲得できそうな選手との兼ね合いで決めていく感じだな。続いてはジャンカルロ・スタントン。かつての MLB を代表するスラッガーで、現在でも高い打撃能力を有しているぜ。ただ、守備走塁面は壊滅的で、起用するとしたら DH しかない感じだよ。来季以降金額は下がるとはいえ、スタントンとの契約は最低でも残り2年。怪我も多く、起用法も難しいのでなんとか放出できないかと考えてはいたけど、残り2年でこれくらいの金額なら残してもいいかなとは思い始めているよ。野手陣はこんな感じかな。それ以外にも、一応各ポジションにレギュラークラスの選手はいるが、ワールドシリーズ5連覇を目指すとなれば、あと何人かコアになる選手を獲得したいところだな。特にベリンジャー、グリシャムの抜けた外野手は補強が必要だと思っているよ。その辺の話は次回に改めてしようと思うよ。では続いて、マイナーの状況を確認していこう。ヤンキース傘下内のプロスペクトランキングはこちら。MLB 全体でトップ100のプロスペクトは2人。そして全体500位以内のプロスペクトが12人だけというのはかなり少なく感じるな。ずっとコンテント期のチームだからこんなもんなのかもしれないが、前回プレイしていたアスレチックス編では、最低でも26人はトップ500以内のプロスペクトがいたからな。1年ワールドチャンピオンになるだけならプロスペクトを全部放出して補強に全振りしてもいいけど、5連覇しなきゃいけないとなると、優秀なプロスペクトを保有することも大事になるかもしれないな。ビッグマーケットのチームでプレイしたことがほとんどないからどんな感じになるかわからないけど、しっかりマイナーも充実させながら勝てるチームを作っていきたいと考えているよ。ちなみにマイナーシステムランキングでは21位。これも勝てるチームを作りながらだと難しいかもしれないが、常に10位以内に入れるくらい、マイナーを充実させていきたいと思っているよ。それじゃあ最後に、MLB 全体でトップ100以内に入っている2人を確認するよ。まずは参加1位、全体22位のジョージ・ロンバート・ジュニア。走攻守バランスのいい能力のない野手だぜ。しかし彼は、デベロップメントリスクが最も悪いエクストリームになっており、このポテンシャル評価通り育たない可能性が高いと考えているよ。そうなると、トレード要員として使うのもありかもしれないな。続いては参加2位、全体48位のスペンサー・ジョーンズ。長打力の高い外野手だぜ。彼は守備能力も高く、ギリギリセンターも守れそうな点も良い点だな。今季センターのレギュラーだったグリシャムは FA になっていて、代わりとなるセンターを取れなければ、彼をセンターで起用するのもありかもな。起用法はまた考えるとして、彼は来季から MLB でプレイすることにはなると思うよ。ということで、ゲーム開始時点のヤンキースの状況はこんな感じだよ。適切な補強ができれば、来季すぐに世界一を目指せそうなメンバーは揃っている印象だな。ただ将来不良再建化のリスクがある契約が残っている点や、マイナーの層が薄い点は、連続して勝ち続けるチームにしていくために改善しなければいけない課題だと思っているよ。ということで、次回は2025年オフの補強から進めていく予定だぜ。前回のアスレチックス編をあっさり終わらせたのにはもう一つ理由があって、次回はこの企画をやろうと考えた時に、実際の FA 市場が動き始めてからだと、現実世界の補強に引っ張られてしまうかもしれないということで、早くこの企画を始めてしまいたいという思いがあったんだ。ちなみにこの動画を編集しているのは11月10日頃で、まだ現実の FA 市場は動き出していない段階だぜ。ということで次回から、ワールドシリーズ5連覇を目指してプレイしていくよ。これまでビッグマーケットのチームでほぼプレイしたことのない投稿主のプレイングにも注目だぜ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。感想や意見をコメントしてくれると励みになるぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。